れからこんにちは、メイです。今回は続きではなく、作りたいものを作りたい場所に作っていきます。今どんな気持ちで海の上に立っているのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日も島民代表パワーで海を走り抜けます。時計塔の右側に今日は駅を作っていきます。いい感じの更地です。マップで言うとこの辺りを作っていきます。案内所から北へ3億ですね。まずは駅のホームから作っていくので、崖作り工事の始まりです。縦5マス、横12マスの崖を作る計画です。ちなみに場所は写真映えを気にして、写真を撮るとき、どの角度にしても他のものが映らないように、いい感じに開けた場所を採用しています。工事前調査でいい感じの場所がなかったので、住民には立ち退いてもらいました。住民の両親につけ込んで立ち退き費用を1万ベルしか支払っていません。あくどい商売ですね。年に何度もあってもちょっと安すぎますよね。いい感じの四角ができました。マイデザインを見えるところ全部に貼り付けていきます。まずは駅のホームから塗りつぶしていきます。駅専用のマイデザインは持っていないのと、ダウンロードする枠もないので既存のマイデザインで頑張ります。レンガのマイデザインを線路へ飛び出し防止の点字ブロックに見立てて代用しています。その内側にはコンクリートの地面ですね。白線も持っているのでつけてみましたが、道路っぽくなりすぎたので不採用としました。これでもまだ道路っぽい見た目ですね。古い感じを出すためにところどころホームを汚していきます。汚し作業ですね。上から失礼します。こんな感じになりました。次はホーム下を作っていきます。ここは全面を海にするので線路も海に浮いている体です。線路はどこまで続くのかというと、時計塔にぶつかるまでですね。ぶつかってもトンネルを掘るとかトンネルに見立てるということはしません。時計塔の形が損なわれるのが嫌なので、不自然であっても気にしません。不自然さより写りを気にする、そんなお年頃ですね。ちなみにオランジ島で使えなかった横向きの線路をついにシトロン島で解禁です。線路以外は全て海のマイデザインを貼っていくので大幅にカットします。ホームの上り口だけ桟橋をつけます。ちょっと狭いですね。こんな感じで仕上がりました。海を渡らないとホームに行けない鬼畜仕様にします。ちょっとホームが気になったのでレンガで囲うように変えました。線路の手前に改札口を作っていきます。改札とホームを分けているタイプの駅ですね。ちなみにここの駅の参考モデルは愛媛県の下灘駅と長崎県の大岬駅です。どちらも海の見える駅として有名ですね。改札口から線路を渡っていく着想を大岬駅から、ホームの椅子とか配置、今から作る改札口を下灘駅から着想を得ています。実際に行ったことはなく、写真でしか見たことはありませんので、詳細などはかなり違いますね。なんか似てるかもくらいの感覚で見てもらえると嬉しいです。ちなみに崖は横8マス、縦10マスですね。飛び出してる崖部分は横幅9マス。いつも四角ばかり作っているしなという安易な考えで、なんとなく1マス広げた哀れな崖です。特に意味はありません。1マス広げても結局四角でした。マイデザインを貼っていきます。手前側に線路は作らないので、こちら側はただの改札口だけです。どちらかというと駅のホームを眺めるだけの改札口ですね。意味はあるのかというとよくわかりませんが、作りたかったから作った、それだけの理由です。あまり何も考えずに道路を敷いていきます。この先のことも何も考えていません。ベン君を駅員さんにします。選ばれた理由は誠実そうな生き物だからですね。敷き忘れていたコンクリート部分を敷いていきます。古い感じも出していきます。ベン君の引っ越し作業完了です。どこからも降りられずかわいそうなことになっています。飾り付ける前にちょっとだけマイデザインを敷きます。改札から降りるための桟橋も敷きます。狭すぎてラッシュ時には混雑間違いなしですね。
ようやく下準備が終わったので、ついに飾り付けのお時間です。反対側のホームに夢中になって落っこちないように柵を立てます。レトロな停留所を使って古めかしい感じに。改札はレトロな停留所の間ですね。シンプルなパネルはマイデザインでリメイクしたもの。詳細は概要欄へ。駅前ポストを置いて改札口の完成です。 ATM が発券機の代わりですね。野ざらしなので心配です。駅のホームに行くためにはしごを設置します。はしごを使わなければならないのはかなり心理的ハードルが高いですね。次はホームの飾り付けをしていきます。まず最初に崖肌を隠していきます。シンプルなパネルはコンクリートにリメイクしたもので、崖を隠すように飾っていきます。このコンクリートはマイデザインではなく、元からあるリメイクの中にあるコンクリートです。いただいた鉄のフィックスはしご、ついに登場です。コンクリート系によく似合います。海の向こう側に落ちないように柵を。ベンチの屋根に見立てて屋台を飾ります。手前にパブリックベンチを置くことで屋根っぽく見えなくもないですね。駅名が書かれた看板をキャンプ場の看板で見立てていきます。こんな感じになりました。屋根としての機能はないのでそれっぽい雰囲気だけですね。改札側から見るとこんな感じ。雰囲気をちょっと似せることができたかなと割と満足です。海に浮かぶ小さな駅のクリエイトはいかがだったでしょうか。駅に着くまでに靴濡れそうだなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。